皆さん、こんにちは。毎月の給与明細を見たときに、住民税という項目で数百円から数万円のお金が引かれているのを目にしますよね。特に、給与明細を見て、あれ、今月から住民税の金額が変わったな、と気づいた方や、あるいは自宅のポストに市町村から直接住民税の納税通知書という郵便が届いて、今のパート先では給料からの天引きじゃないのとびっくりした方もいるかもしれません。そうなんです。今、パートで働いているのに、家に住民税の郵便が届いて、驚いているんです。何も言わなくても会社が勝手に引いてくれる人も、自宅に納付書が届いて自分で払いに行く人も、実は全員、ある共通の仕組みによって動いています。そもそも住民税ってどういう流れで決まっているの？会社と役所の間で、どんなやり取りが行われているの？今回は、住民税のことがよくわからない方もすっきり納得できるように、その仕組みをわかりやすく解説します。解説内容は、税金がいくらか、ではなく、あなたのお金の情報が会社から市町村へどう渡り、どのようにあなたの元へ戻ってくるのか、という、お金の情報の流れです。これさえわかれば、毎月の給料明細の謎、自宅に届く納付書の理由も、すべてがすっきりつながりますよ。はい。よろしくお願いします。それでは、早速見ていきましょう。1、住民税の基本。そもそも住民税とは、まず大前提として、住民税とは、あなたが住んでいる地域の都道府県や市区町村の行政サービスを支えるための税金です。ゴミの回収、道路の整備、消防や警察など、私たちが安心して暮らすための費用をみんなで出し合っています。ここで知っておいてほしい最大の特徴は、前年に支払われた給料に対して、翌年にかかるという点です。つまり、今年支払われた給料分の住民税は、来年に払うことになります。ということは、これから払う住民税は、去年の給料に対する住民税ということなんですね。この住民税の支払い方には、会社が給料から天引きしてくれる特別徴収と、自宅に届く納付書で自分で支払う普通徴収の2種類があるのですが、これらがどうやって決まるのか、ここから、会社、市町村、個人のお金の情報の流れを見ながら、詳しく解説していきます。住民税の決定から皆さんの手元に届くまでには、大きく分けて3つのステップがあります。ステップ1、会社から市町村へのバトンタッチ。1月、流れのスタートは毎年1月です。会社はあなたに前年の1年間にどれくらい給料を支払ったかをまとめたデータ、給与支払い報告書、つまり源泉徴収票と同じ内容のものを、あなたが1月1日時点で住んでいる市町村の役所へすべて提出します。この時会社は、従業員全員分の書類をまとめて出すのですが、ここで非常に重要な作業を行います。それが、給料から天引きする人の特別徴収と、自分で払う人の普通徴収の2つのグループに、書類をきっちり仕分けて提出するというルールです。労働者は原則として全員、会社が代わりに納税する、給料から天引きする人の特別徴収グループに仕分けられます。しかし、これからご紹介する、4つの事情のいずれかに当てはまる人は、どうしても会社が給料から住民税を差し引くことができません。そのため、会社は、この人は自分で払う普通徴収の人ですという別グループに仕分けて、市町村へ報告します。その4つの具体的な理由がこちらです。1つ目は、退職者、休職者です。すでに会社を辞めた人や、これから5月までに辞める予定がある人、また育児や病気などで長期間仕事を休んでいる人です。給料が出ない、または出なくなることが分かっているため、会社で天引きすることができません。私はこれに当てはまるようです。去年、前の仕事を辞めて、今年から今の会社で働き始めたので、当然、去年勤めていた会社にとっては、すでに退職していて天引きできない、自分で払う人のグループに仕分けられたということですね。なるほどです。2つ目は、給料から住民税を引ききれない人です。3つ目は、毎月の給料の支払いが不定期な人です。毎月25日払いのように決まっておらず、特定の季節だけ働く契約だったり、仕事がある月だけ不定期に給料が支払われたりする人です。毎月の天引きという仕組みが馴染まないため、対象外となります。4つ目は、閲覧に当てはまる人です。これは、
他の会社でメインの給料をもらっている人という意味です。副業、いわゆるダブルワークをしていて、別の会社が本業として住民税を転引きしている場合、副業先の会社では転引きができないため、この理由で仕分けられます。役所はこの1月の仕分けを見て、この人は会社で転引きだな、この人は自宅に郵送だな、と判断することになります。ステップ2、市町村での計算。2月から4月、報告を受けた市町村の役所は、届いたデータをもとに、あなたにいくらの住民税がかかるかを計算します。ステップ3、決定通知と徴収のスタート。5月から6月、計算が終わる5月から6月にかけて、いよいよ結果が通知され、支払いがスタートします。ここで、ステップ1の会社による特別徴収と普通徴収の仕分けによって届き方が真っ二つに分かれます。給料から転引きする人の特別徴収グループの場合、5月頃、役所から会社に向けて通知が届きます。〇〇さんの住民税が決まったので、6月支給分からの給料で転引きしてください。という内容です。これと同時に、あなた専用の住民税決定通知書という小さな紙の明細も会社経由であなたの手元に配られます。自分で払う人の普通徴収グループの場合、会社には何も通知は行きません。その代わり、6月に入ると、役所からあなたの自宅に向けて直接、封筒が郵送されてきます。その中に入っているのが、皆さんの元に届いた住民税決定通知書と、銀行やコンビニなどで自分で支払うための振込用紙、つまり納付書です。こちらは基本的に年4回に分けて支払うことになります。このように、1月の時点でどちらのグループに仕分けされたかによって、会社から明細を渡されるか、自宅に郵便が届くかが決まるわけです。3、本来、特別徴収対象者が普通徴収になってしまう例。先ほど、在籍しながらも普通徴収になる4つの事情をお話ししましたが、これらに全く当てはまらないのになぜか自宅に納付書が届いてしまうことがあります。それは以下のようなことが原因です。一番多いのが、1月に会社が市町村へ書類を提出する際、本当は転引きできるのに、自分で払う人の普通徴収グループにあなたの書類を混ぜて提出してしまうことです。パートだから一律で普通徴収グループに入れちゃえ、という会社の思い込みや、正社員からパートに切り替わった人の処理ミスなどで発生しがちです。これ、聞いたことあります。知り合いが社会保険加入で、ある程度、給与額があるパートで働いているのに、自分で払う普通徴収の郵便が届いたので、会社に聞いたら、正社員以外は普通徴収です。って言われたって、その後、どうなったのかな。その他、一般的に給料から転引きされていた特別徴収の方が、その会社を辞めると、翌年は自分で払う普通徴収に切り替わります。4、普通徴収から特別徴収へ切り替える方法。もし、自宅に住民税の納付書が届いてしまって、4つの事情にも当てはまらないし、なぜ自分で払うことになっているんだろう、と思ったら、どうすればいいのでしょうか。諦める必要はありません。年の途中からでも、今の勤め先で給料転引きの特別徴収に切り替えることができます。やり方は、とてもシンプルです。自宅に届いた決定通知書を、そのまま今の勤め先の総務や人事、経理の担当部署に持っていきます。担当者に、住民税を普通徴収から給料転引きの特別徴収に切り替えたいです。と伝えて、その決定通知書を渡してください。あとは、会社が役所に向けて、特別徴収への切り替え申請書という書類を提出してくれます。手続きが完了すれば、毎月の給料から自動的に引かれるようになります。注意点として、納付書に書かれている支払い期限が2、3ヶ月以内に到来する分については、切り替えが間に合わないことがあります。その分だけは、一度自分でコンビニ等で支払う必要があります。納付書が届いて、転引きにしたい、と思ったら、放置せずすぐに会社の担当者に相談しましょう。いかがでしたでしょうか。私も、決定通知書を持って行って、会社に聞いてみます。以前の会社では転引きだったのに、なぜ今回はという疑問の答えは、会社が去年あなたに支払った給料をまとめたデータを役所に報告する際の仕分け方や、
一般的な転職時の手続きによるものでした。自宅に届いた納付書を見て驚いた方も、仕組みがわかればもう安心ですね。もし給料天引きの特別徴収に変更したい場合は、ぜひ今回の話を参考に、お気軽に今の会社の担当部署へ相談してみてください。仕組みを知っておくことで、これからの働き方や給料明細を見る目も、少しすっきりしたものになるはずです。それでは、今回の解説はここまでです。ご視聴ありがとうございました。普通徴収も、毎月の口座引き落としとなれば、特別徴収にこだわらなくても良くなると思うのは、私だけでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とベルマークをポチッとお願いいたします。